みんな聞いてくれ。勝利の女神ニケは決して尻ゲーなんかじゃない。ストーリー、ガンアクション、音楽、育成や編成にも注目し。家なしララチャンネル。おはいえなし、尻ゲーじゃねえか。まあ順を追って紹介するから。この動画はスマホ向けゲーム勝利の女神ニケの初見プレイ感想動画です。感想動画でプロモーションってどういうことやねんと思うかもしれません。ご安心ください。どういう立場だろうが、こういう視聴者に何かを推奨する系の動画は真摯に作っています。結論から言うと、私は今からニケ面白かった、おすすめって言うんですけど、そんなもん口ではどうとでも言えるので、どちらかというと面白かったという主張より、なぜ面白いと感じたのか、そっちに注目して始めてみるか吟味していただければと思います。動画の構成ですが、そもそもニケって何って人も多いかと思うので、まず概要からご紹介後、このゲームの面白ポイントが私としては2点あるなと感じたので、そこをご紹介し、最後に宣伝という流れで進めてまいります。早速参りましょう。勝利の女神ニケとは韓国のシフトアップが開発しているスマートフォン向けゲームです。スマホ向けとは言いつつも PC からもプレイは可能。ゲームジャンルは背中で見せるガンガール RPG。プレイヤーは少女型のヒューマノイドニケを指揮する指揮官となり、謎の生命体ラプチャーに占拠された地上を奪還するために戦うというあらすじです。リリースは2022年11月ですから、稼働年数としては動画投稿時点で間もなく3年で、2025年2月にはモバイルによる収益が10億ドル突破。過去にはエヴァやニーヤとのコラボが、そして直近ではバイオハザードとのコラボが予定されており、日本初の人気 IP とのクロスオーバーも積極的に展開していることが伺えます。なんで韓国のゲームなのに。それもそのはず。ぶっちゃけ私も調べるまで知らなかったんですが、さっき言った10億ドルの売り上げの半分以上が日本のプレイヤーによるものです。要はすごい日本で受けているゲームということ。プレイした今となっては日本で受けている理由がなんとなくわかるんですが、後ほど言及するとして、そういった経緯につきニケという名前だけは聞いたことある日本人も多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人で、 1,2 年前にチャンネルの視聴者さんからニケをおすすめされたんですが、当時は別のゲームに注力していたこともあって手が出せずにまごまごしていたところ、月日が経ち、ある日 X にこの子が流れてきて、あまりにもドタイプすぎて、やるかとあえいでいたところ、続けて押し寄せてきたこの子も好きすぎて脳みそ焼かれて気がついたらインストールしていたというのがきっかけです。で、今のところ十数時間プレイしてるんですが、やっぱりここまで中長期的に名前が売れているだけあって面白い。ではどこが面白いと感じたのか、次の題目で2点に絞ってご紹介します。ニケユーザーがニケのいいところを上げるときによく耳にするのが尻とシナリオです。で、何のひねりもなくて申し訳ないんですが、ここまでプレイしてきた私が思うニケのいいところ、まんまこの2つです。やっぱ言われてるところが順当にいいわって所感。ただ滝田市民の皆様ならご承知の通り、家なしは尻派ではなくおっぱい派です。それもラディカルなやつ。つまり急進的おっぱい原理主義者ですね。というわけで私としては尻に刺さったというより、幅広なキャラデザに飲み込まれたというのが正確な表現になるんですが、その辺は後にするとして、まずシナリオの方から。さっきざっくりは触れましたが、改めてあらすじをご紹介すると、ゲーム開始時点で人類は地下の奥深くアークと呼ばれる住処に追いやられていて、プレイヤーは指揮官としてニケを指揮し、人類を地上から追いやった謎の生命体ラプチャーに立ち向かうことになります。シナリオを進めていくにつれていろんなニケと出会い、多くのニケや組織と相対していくにつれ、単純にラプチャーぶっ倒そうって話にとどまらず、ヒューマノイド兵器であるニケたちの存在意義や人間性、はたまた人類社会の腐敗みたいなところもテーマ性として絡んできます。で、ニケのシナリオの何が良いと感じたかというと、キーワードが2つあって、1つはめっちゃしっかり線になっている点です。こういうゲームのシナリオでよくあるのが、ガチャという課金形態を強いている都合上、新規キャラを出していかなきゃいけないわけで、メインシナリオがその宣伝の場になりがち。そうすると毎回新キャラを全力で立たせるためのメインシナリオになりがちで、そうするとどうなるかというと、マイパッチ、いい意味でも悪い意味でも話が完結しちゃうんですよね。いい話見たとは思えるんですけど、一方で燃え尽きちゃうというか、この先の展開が気になるかと聞かれると、そういう感想にはならない。また以前登場したキャラクターが最新のシナリオでほとんど登場しなくなるのもあるあるですね。が、ニケはびっくりするぐらい連続的なシナリオになっていて、そもそも特定のニケたちが結構な期間指揮官と一緒に行動を共にしますし、この動画はネタバレなしでいきたいのであんまり詳しくは言えないんですけど、なんかどう見ても知能あるじゃんだったり、なんで失われないのだったり、CV 杉田智和でなんもないわけなくねだったり、すごく丁寧に伏線やら謎ポイントを張ってきて、それを一定期間空けてから回収しにかかってきます。その構図が波状的に重なっている感じなので、安直な言葉ですが常に話の先が気になります。
ちょっとこれもネタバレなし動画で言及すべきか悩ましく思いつつも言っちゃうんですけど、私もニケ始める前、ニケプレイヤーから事前にシナリオの最序盤は配信で見たいって言われたんですね。つまり最序盤、そういう感じのことがあるんですけど、そこをプレイした直後の感想としては、ニケのシナリオがいいってのは最序盤のこの導入のことなのかって思っちゃったんです。逆に言うとここだけみたいな。全然そこだけじゃないですね。その後の展開としても大きな起承転結と、その大きな起承転結の中にまた小さな起承転結が作り込まれていて、操作性が快適なのも相まって常にシナリオを進めてって欲求に駆られる魔力を持っていると感じました。これがニケのシナリオの良さの一つ目です。そして2つ目、これも口に出すと幼稚に聞こえるかもですが、分かりやすいです。これはマジでありがたい。これもアジアのゲームあるあるなんですが、それいるっていう専門用語や指摘表現のオンパレードで肝心のシナリオが全然入ってこねえって経験、皆さんもあるのではないでしょうか。大丈夫。ニケはマジで分かりやすいです。冒頭のあらすじでニケとかラプチャーとかアークとか言ったけど、そもそも専門用語の数がそんな多くないし、ローカライズがバッチリなのか元々の文脈が明瞭なのか分かりませんが、とにかく一読してパッと飲み込めます。正直キャラのテキスト読んでるだけだと国産のゲームと見分けつかないです。私は分かりやすいってのは難解よりも勇気がいることだと思っていて、難解にすれば手軽にそれっぽさって出るじゃないですか。でも難解さを持ち出しちゃうと、私みたいなシナリオ読解弱者はついていけないわけで、いかに平易な表現に抑えたまま取り扱いが難しいテーマや大敗した世界観、それぞれややこしい事情を持つキャラの機微を表現しプレイヤーを引きつけるか、ニケのシナリオはそこに愚直に向き合ってる印象を受けました。それと単純に平易という意味の分かりやすいっていう話もあるんですが、キャラクターの感情表現の方法が日本のアニメゲームコンテンツのそれとなぜかすごく近しいので、日本人の感性に合っているという意味での分かりやすさもあるんじゃないかなと思います。韓国のゲームであるにもかかわらず、特に日本のユーザーに広く受け入れられているという理由も頷けるなと感じました。シナリオについては以上です。で、続いてはキャラの方ですね。こういう稼働年数が3年近くとそこそこ経っているゲームって今更プレイしてもと尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか。ぶっちゃけ私も2ケプレイするときそう思ってたんですけど、あえてそういったゲームを積極的にプレイする理由って2点あるなと今回実感していまして、それが何かというと、1つが純粋に稼働年数が長いってことはそれだけいいゲームである可能性が高いということ、そしてもう1つがツボにはまるキャラに会える可能性が高いということですね。そう、2ケはキャラが多いです。確かに冒頭ご紹介した通り、ニケは背中で見せるガンガール RPG ですから、背中の尻へのこだわりが一番強いように感じますが、正直尻好きだったらもうニケやってんだろう、この動画見てないだろうと思わなくもない。なので私はラディカルおっぱいストとして別に尻好きじゃなくてもニケ刺さるぞってことをこの場では強調したいと思います。単純にキャラクターが多いってのもそうなんですけど、運営もキャラのデザインの幅を意識的に広げようとしている気がしていて、もちろん純粋な正統派美女も多数いるんですけど、例えば見てください、このキャラすごない？ SSR です。ムチムチホーマンボディの子なら他のゲームでも割といるけど、ここまで振り切ったキャラいるかな。これは個人的に結構尖った例挙げましたけど、これ以外にもあんまり見たことない掛け算のキャラがちょいちょいいるので、バラエティ豊かで見てて面白いです。そしてここで唐突ですが、この動画で一番言いたかったことで最もおすすめしたいニケの遊び方をご紹介します。それがウィッシュリスト作成です。ウィッシュリストって何かというと、キャラクターを引くためのガチャとして、いわゆるピックアップキャラガチャももちろんあるんですが、そうでない通常のガチャではあまたある SSR キャラからキャラが抽選されることになりますが、キャラがたくさん実装されている昨今、それだと自分の推しキャラ引ける確率があまりにも低すぎるよねという運営の配慮か、ニケが所属している4企業ごとに5体ずつ計20体のニケをウィッシュリストとして登録することで、 SSR キャラを当てた時必ずこの20体の中から出てくるようになるという、いわば救済仕様です。というわけで別にウィッシュリストを作ることだけをもって直ちにゲーム内で直接的な恩恵が授かれるってわけじゃないんですが、このウィッシュリストを作る、つまり推しのニケを20体選ぶって行為がすでに面白い。さっき言った通りキャラたくさんいるし、しかもそのキャラのデザインがやたら幅広なので、なんだこのキャラと草生やすもよし、ともだえるもよし。私はこの時配信してたんですが、自身の性癖を大暴露しつつ視聴者と一緒に盛り上がりながら楽しくウィッシュリストを整備していました。
そのキャラを所持していなくともヌメヌメ動く 2D イラストやら射撃モーションやら SD キャラの 3D モデル、そして一部のボイスを味わうことができるので、一通りのキャラを舐めるだけでも十分面白いですね。いつかこのチャンネルでも別途全キャラ、私の金星ウィッシュリストとともにご紹介できればいいなと思っています。一部配信者目線が混ざりましたが、何が言いたいかというと、こんだけたくさん幅広なキャラがいれば絶対あなたに刺さるキャラいるし、そのキャラを引く前からモーションやらボイスやら堪能できるので、基本無料だし、それを味見する目的で2ケを一旦インストールしてみるのも十分価値あると思います。キャラクターについても以上で、最後にまとめますと、稼働期間3年近い2ケをあえて今する理由を私なりに整理すると、稼働期間が長いゆえに自分に刺さるキャラ絶対いるよ、尻派以外の原理主義者も満足できるよって話と、稼働期間がどうであれ先が気になる面白ストーリーは不滅であり、ソシャゲらしからぬ一本筋通った物語楽しめるよって話、この2点だなと感じた次第です。最後に一つだけバトルシステムについて補足させてください。2家にも当然キャラ育成編成の要素やガンアクション要素があるんですが、今回の動画では一切そこに触れていません。なぜかというと、これらの要素画面見てなんとなく察しがつく通り、完成度自体はめっちゃ高いんですけど、リリースから3年経過した現在、そこを契機に始める人がどんぐらいいるんだろうって考えた時に、どちらかというとそれよりは私がそうだったようにシナリオとかキャラが気になって始める方の方が多いんじゃないかなと思ったためです。で、そういう人たち向けに強調したいことがあって、この辺りの要素あんまり複雑なこと考えなくても大丈夫なので安心してください。例えば今いかにもエイム合わせて射撃しているように見えますけど、これオートバトルです。全部が全部オートでいけるわけではないんですが、大体オートも選べるのでエイム弱者も安心。またキャラについても属性、使用武器、支援型や防御型といったクラス、スキルなどが細かく設定されており、適切な編成を追求していく奥深さも備わっているものの、無料や美課金の範囲でガチャ回して出てきた高レアリティのキャラも踏まえ、推しキャラのレベルを上げ編成してオートバトルで特攻する形をとっても、少なくともメインシナリオを進める上では何の問題もありません。さらには1日あたり一定回数任意で激強2家をシナリオで使用できるので、万が一にも詰まる心配はないでしょう。誤解を招かないように繰り返しますが、あくまで複雑なこと考えなくても大丈夫であり、火力を詰めに行くためのパーティー編成にかかる戦略性も備わっていることは強調しておきますが、シナリオやおっぱいに引っ張られたけど3以上の数字は全部おっぱいに間違えました、いっぱいになっちゃうような私のような人もいると思うので、その方向けにあんまその辺心配しなくて大丈夫ですよって言いたいためにご紹介させてもらいました。そして最後に一つだけ、いいとこばかりじゃなくて個人的に合わないポイントにも触れておかないと嘘くさく聞こえちゃうかなと思うのでご紹介。何かというと、一気にやらせろ、これにつきます。このゲームメインシナリオ自体はいわゆるスタミナなどの消費なしにガンガン進めるんですが、さっき言ったつよつよ2家貸し出し制度といった救済制度こそあれど、ちゃんと育成していないと詰まります。で、育成のために必要なアイテムは時間経過によって蓄積していきます。いわゆるガチャ石を少し消費することでもデイリーミッション的なやつをこなすことでも手に入ったりはするんですが、効率面で言えばメインの入手手段は時間経過による放置と言えるでしょう。デイリーやらずに放置で素材手に入るならむしろよくねと思う人いるかもしれません。いやそうなんだけど、私はゲームは1日1時間ではなく、ゲームは週に1回7時間の人なので、まとめてガッとやりたいんですよね。しかもさっき言った通りメインシナリオが面白いんですよ。戦闘力が足りなくなってつよつよ2家も営業終了した時に先が気になるがゆえにキエーなりますね。これは完全にプレイスタイルの話で、私はマラソンが嫌いです。なぜなら長い距離走らなきゃいけないからですって言っているようなものだと思いますが、逆に言うと毎日コツコツが好きな人にとってはプレイ時間つぎ込むだけでは進捗に差が出ないというゲームデザインがバチバチ合うかと思います。個人の所感でした。いかがでしたでしょうか。もともと前から気になっていたゲームとはいえ、最後の一押しとしてはシフトアップ様からお声掛けいただいた要素があることは確かですが、最初どの辺が PR ポイントになるのかななんて仕事モード半分でプレイしていたのに、気がついたら普通にシナリオ気になって録画忘れてマウスカチ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 して話進めたり、自分の壁にピンズドのキャラと複数エンカウントして録画忘れてマウスカチ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 してキャラモーション無限再生していました。尻ゲーっていうと言い方悪いですが、一発夜感半端ないですけど、仮に本当に尻一本やりだったとしたら3年なんか稼働しませんよね。それがこのゲームの完成度の高さを表す何よりの証拠かなと思います。気になった方ぜひ概要欄のリンクからダウンロードしてみてください。私は私で引き続きメインシナリオをコツコツプレイしていくのと、この先2家の動画も作っていきたいなと思っています。限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルを運営していますので、この動画が有益と感じましたら2家のダウンロードとともにチャンネル登録よろしくお願いします。では最後に2家の品質高いライブ 2D イラストを味わっていただくべく、ボリュームちゃんの別衣装の射撃シーンとともにお別れしたいと思います。尻ゲーじゃねえか。